うわっ！何なんだ。いい加減にしてくれよ。捨てていくわけにもいかないか。ナオミ、バカ！何やってるんだ！どうする？どうする？何か道具はないか？ナオミがこのままでは危険だ。戻ろう。ナオミ、助け、お前、嘘だろ。間に合わなかったのか。嘘だ。嘘だ。数時間前、いつもの教室で笑っていた友達がこんな薄暗い個室で死体になって吊り下がっている。ただ恐ろしかった。その事実が怖かった。気がつくと俺は必死で駆け出していた。ただその場から死体から離れたかった。そう、なかったことにしたかったんだ。これは夢だ。現実のはずがない。だが錯乱状態はすぐに解け、俺はナオミ、ナオミ、すまない。お前を助けてやれなかった。俺のせいだ。俺はどうすればいい？篠原、お前まで。くそ、なんだよ、なんなんだよ。なんで俺たちが死ななきゃいけないんだ。返せよみんなを。ちくしょう、ちくしょう。
篠原。なんてことだ。なんて。ゆか。しまった、あいつ一人にしたままじゃないか。確か渡り廊下で小便するって一人で行かせたんだ。待ってろゆか。お前まで失ったら。これは篠原の携帯じゃないか。なんだ、落ち着いてくれ。大丈夫か。死にたくない。死にたくない。あの光逃げてしまうから一人じゃ捕まえるのは無理だな。誰かに協力してもらわないと。お前も私を殺しに来たのか。違う、落ち着いてくれ。さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されてたまるか。この子ハサミを持ってる。ごめんなさい。刺されたのか俺は。いや大丈夫みたいだ。なぜだ。篠原、お前が。大丈夫ですか。ふざけるな。こんなハサミどこから持ってきたんだ。
もに話ができる状態じゃない。死にたくない。殺さないで。ゆい先生に会いたい。持田君、大丈夫？ゆい先生、よかった。会いたかったよ。私もよ。持田君、危ないところだったわね。中島さんと篠原さんは残念だったけれど、君だけでも無事でいてくれてよかったわ。先生。よく頑張ったわね。さあ、一緒にゆかちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺もう疲れたよ。よし、このドアを橋に使って。なんとか脱出できたわ。下、誰もいなかったかしら。右腕の骨が完全に中で折れて離れちゃってるわね。筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。ひどい痛み。手持ってないと。篠崎さん、岸沼くん、無事でいてね。先生、今行くからね。生徒が話を聞いてくれない？もう私、どうしたらいいのか。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だって。担任の私を飛び越えていきなり副担任の君にか。私が出張で飛び回っていて君にクラスを任せっきりにしているせいで苦労をかけてるね。すまないな。いえ、副担任としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近2の9のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を取れるようにしてあげたい。
いい成績を。そうすれば保護者の方も。シシド、はい。目を閉じて、もう一度思い返してごらん。何をですか？あははは生徒たちさ。君が毎日、それこそ必死で彼らを思う気持ちに気づいている子たちもたくさんいるという事実、思い当たらないか？そうでしょうか。うん。教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし、不登校だった岸沼も週に4回以上学校へ来るようになっている。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。でも、たとえそうだとしても、やはり結果が、成績が出せなければ、保護者の方には納得していただけません。でないと私は、教師として失格。確かに保護者側の立場としても学校側の立場としても成績評価はとても重要なものだ。しかしまあこれは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に家庭が大事だと思っている。うん。生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか。悩んで解決して成長して大きくなって卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情で塞ぎ込み気味だった篠原も中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが？隠すのがうまいだろう、あの子は。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で君は教師として合格だ。いや、君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にもバカにされることなんてないんだ。自信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。うわ。まあ、あんまり気張るな、シシド。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に「先生ありがとう」って頭叩かれてみな。最高だぞ。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。
わかりやすい授業の作り方はまた明日にでも一緒に考えよはい。う。ん？先生、ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね。教え子に頼られるのは。あれ？夢？なんだかいろんな夢を続けてみた気がする。縁起でもない。中島さんたちが命を落とすなんて。ひどい夢。私、どこにいるのかしら。これだけ言ってもわからないの？早く行きなさい！そっか。私、あのまま瓦礫に埋まっちゃったんだ。篠崎さん、無事に逃げられたかな。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。私は少しでも先生らしくなれたのかな。まだ1年も経ってないけど、体動かないや。下半身の感覚もあまりないし、首から下が麻酔がかかったみたい。それにしても暗いな。寂しいな。もう少し生きていたかったな。あれ？涙。もう死ぬのに出るんだ、私。私ね、うちの学校の先生嫌いだけど、宍戸先生は大好き。お姉ちゃんと同じ雰囲気がするの。先生、猫飼ってるの？私、この子が欲しいんだけど、飼うの難しい？見て見て。いやー！かわいいかわいい、超丸い耳の子！あんたじゃないの。ゆい先生、そのタレタレパンダのネックレスさ、やっぱかけてんの？胸の形にさ。すごいパンチだ。先生、私ね、私、向こうに行ったら手紙書きます。これからも、大人になっても、ずーっと、私の先生で
いてほしいの。いいでしょ？先生、今日は自転車のチェーン外れてたよね。俺、先生の失敗してる姿を観察するの大好きなんだよね。みんな頑張れ。絶対死んじゃダメだよ。しっかり道を切り開いて君たちの未来をつかむんだよ。寒いよ。お母さん、お父さん、モネちゃん、寂しいよ。怖いよ。